はい、こんにちは、村岡正則です。今回の釣り Vlog は北海道です。北海道の猿払村にやってきました。で、猿払村といえばね、イトウ釣りでね、有名な場所ですが、今回6月ちょっとイトウ釣ってみようかなということで来ました。で、今回はね、いつもだと川とか沼でやるんだけど、海の方がね、調子がいいってことで、海でね、やってみようかなということで、めっちゃね、でかいのが釣りたいけど、まあ、イトウはね、今まで3回かな、挑んだことあって、残念ながら、こんぐらいのね、60センチだったかな、1本しか釣ったことないんで、今回はまあメーターオーバーとまで言わないけど90センチぐらい、90センチの糸を釣りたいなってことで頑張ってみようと思います。今回一緒にやってくれる相方が北海道といえばこの人です。ケンさん、お疲れ様です。よく来た。はるばる来ました。ねえ、あれいつバシ抜けしました以来旧江戸川以来ですね。変な感じだね。ここサルツだよ。はいちょっと寒い。今ケンさんにマイクつけてる間に凍え死ぬかと思ったけど、今ね、15度15度ないかな。もうだって3時4時前でしょ、下手したら12、3度。うわ、寒いでやね。風が今7、8メートル、しかも向かい風です。おめでとう。また厳しい時にね来ちゃったね。でもね、過去に比べたら過去の3度4度挑戦してもらったけど、だって常に爆弾低気圧と一緒だったでしょ。2、30メートルだよ。爆弾低気圧と一緒に来るのが2回ぐらいかな。だから釣りなんなかったですよね。全くなんない。釣りしなかった。もうずっとホテルの部屋で待ってたんでね。あれから比べたらまだ今日だいぶはいい。今回ね、こっち来る予定じゃなかったんですよ。はいはいですよね。ね、本当は今回ニジマス釣りね、トップウォーターでニジマス釣りをやりましょうというふうなことだったんだけど、ニジマスのエリアがですね、先週の予報では極寒で雨セミ鳴かないからトップ出ないじゃんっていうことで困ったなって。僕も実は旅出ちゃってたの、だから支度してないんだけど、じゃあそういえば今伊藤釣れてるなと思って、でやってみるって聞いたらもう開拓だったんですね。逆に言うと僕はね、伊藤の釣り装備がないのでできない。竿が短すぎる。ライトとヘビーしかも短い、5フィート台しか持ってきてないから。フィッシュマンなら飛ぶでしょ。飛ぶ飛ばんね。さすがに5フィートじゃん。でせめてあがこうと思ってるのがその 86L はず、この時使ったね、ロケ、旧江戸であれを持ってるんですよ。バチ抜け用のやつ。あれでなんとかならないのが伊藤なんですよ。本当にお前10キロオーバーですよ。魚がでかいんだ。でかい10キロオーバー。すごい。で下手したらメーターも絡むじゃん。マジ。ただ今回ね、時間があまりにもタイトで、いや魚はいるよ。本当に。俺ね、ケンさんに魚死ぬほどいるよって言われて地球一周ぐらいしてるけど、あんまりいた試しがない。釣りってそういうもんじゃないですか。確かに。ただ今回はめちゃめちゃいる。本当。むちゃくちゃいます。めっちゃくちゃいます。でしかも天気悪いでしょ。気象状況が悪いんで人がいない。確かに。今朝も僕朝見てたんだけど、誰も入ってないです。濁ってるわ、爆風だわ、波足長いわで、ここで釣れちゃう人って距離が出せる人で、それとそのね、いろいろサーフとか強いですよね。離岸とかも分かって、でそういう人じゃないとやっぱ釣れない木なんですよ。だけど魚はめちゃくちゃいます。っていうのもね、ベイトがあれなんだって、大ナゴ聞いた話によると20センチ。じゃあキビナゴとは違うんだろうな。似たようなやつなんでしょうね。こっちが独特の。でそれとトン魚は川を登るんですよ。豚魚？違う。本州だとなんだろう、糸魚、富魚とかトゲトゲのやつありますね。のちょっと大きいやつがメインなの。本来はね、それが産卵のためにグワーッと登るんですよ、群れで。川で産卵する。そうでそれを追い求めて食うんだけど、今は先ほど聞いた情報によるとイワシもいるらしくて、イワシだったら未納でもいいし、トン魚も未納でよくって、でそうだな、ブローイン140、あれでバッチリです。わかりました。であと大ナゴ狙いだとしたらちょっと重めのものを遠投してボトムを取って、でなんか大ナゴの釣りのパターンってやったことある？ないです。ウミガメなんかもそうなんだけど、リフト&フォール、
ってこうウオナゴがバッとこう上に上がっていくようなのの演出のリアクション。そうそうそう。でその2つをこのサーフを何キロかちょっとやってもらえれば、で人もいないし。伊東は今の時期は川の上の方にいるんじゃないですか。産卵でもう降りてきた。あ、伊東っていうのは産卵は上でやるんですか。そうそうそう。で終わってそうすると夏の間はどこにいるんですか、伊東って。あ、もう好きに動くんですか。じゃあ海にいるのもいるし、川の中にいるのもいるし。基本的には低水温が好きなので、冷たい水を求めて上に行くやつもいれば、餌が豊富だからここで食ってるから、何千餌の多いとこにいるというっていうタイプもいれば、いろいろですね。今は海の方が調子いいですか。調子いいです。かなり。なんか伊東釣りって言ったら沼のイメージがね、湿地っていうかあるけど、沼にもいるけど、まあ釣れないですね。でもね、修行の釣りですね。釣れない、寒い、風強いみたいなね。ただね、明日から本当はそのニジマス釣りの予報が悪かったんだけど、また良くなっちゃうんだ、予報でね。明日だからセミ鳴くぞと。何キロ走るの？5時間ぐらい走る？いや、3時間半。3時間半走って、いや3時間半だから北海道でいうともう近所。あ、近所ですか。おかしい、おかしい。ケンさんすごい。だって一昨日だよ、一昨日。まさち稚内に飛んでみたいな。俺飛行機女満別なんですけどって言ったら、稚内の方が近いよっつって、結局飛行機代いくらか倍かかるんだよね。でも伊藤のメーターとそれ天秤にかけたら伊藤の方が上でしょ。いや、もう全然上だね。そんな飛行機代けっつってね。そうそうそう。あと釣ればいいだけです。もう伊藤が釣りたいですよね。だから今回天候に振り回されて弾丸になっちゃったけど、本当にこのタイトです。ドキュメンタリータッチになるけど、今4時でしょ。釣りできるのが7時ぐらいまでの3時間。ここから3時間と明日の早朝3時半から7時までの、それが試合のこの8時間一本勝負。それでとりあえずダメでも何でもここを後にします。もうじゃあ伊藤は2回しかないということですね。わかりました。理想でいうとこの夕間詰め1本、明日の早朝1本。理想で90センチと1メートル。笑ってる。笑ってるこの人。悪い人だ。いやいや、出ますよ。出る人いないもん。だからその2人しかいないですね。短時間だけどどれだけ歩けるかっていうところでなんとかなる。あと鳥どこに飛んでるとかそんな感じを見つつ、一羽もいないです。一羽もいないです。不安しかないな。これはやばいな。イワシがいないけど大ナゴ来たいとかね。じゃあ早速やってみましょう。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ろう。オホーツク海に来たって感じだね。貝殻がほら下に落ちてる貝殻がホタテだから。いや、すごい、なかなかの砂丘。おお、どうですか。いい感じ。いい感じ。もう出る時はその10メーターぐらい先のファーストブレイク沿いを回遊してるやつもいれば、全体的にぐるぐる回って餌を追いかけてるやつもいるので、あの辺のブレイク、あれ、ああいうとこで、あそこからゴムです。最初ミノでブロインでやってみようかな。シングルフックにしてきたんですけど、やっぱそれはリリースだから。そうですね、前提で、やっぱり勢いよく丸飲みしちゃう魚が多いので、トレブルだとそう血が出ちゃってデッドしちゃうから。なるほどね。シングル3つ。いいですね。こんな感じで。いいです、いいです。これだと何メーターぐらい飛ばせる？ちょうど50ぐらいです。50ぐらい。バッチリ。レンジどれぐらい入るんだっけ？1メーターぐらいです。1メーター。もうちょっと入るのってある？沈めれば。これも沈めて。なるほどね。レンジはもうちょっと低い方がいい。いいですね。久々に厚着したよ。1、2、3、4枚も着て。先週 T シャツで長崎でキャスティングゲームやってたのに。ベイトいる。よし。ベイトがいる海だ。それは間違いない。あと200メーターぐらい左行ったらベイトがかなりいるね。鳥がしきりに気にしてる。行ってみようか。ここから2時間チャンスタイム。太陽が黄色くなってからチャンスタイムだったの。ちょっと10キロもある魚をサーフで釣り上げられるのかちょっと不安だけど、またねバレるんでトラウトこうね、興奮じゃなくてねローリングすんの。トラウト類ってリーダーが体に巻きついてったり、ちょっとね他ではない
トラブルがあって難しいでかい魚。ルアー買います。ブロインで 140J ですね。さらに 10m ぐらい飛ばせるんで飛ばして、でレンジも下引けるからそこの方がいいらしいんで、多分水深 3m ぐらいな感じだと思う。いいバスならここだな。流れがちょっと外に出てくとこ、馬詰めで1本つってたからな。でもなんかね、稚内空港に飛んでくれって言われた時はボッコボコだからって言ってたんだけど着いたら目標は1本に変わるんだよ。この辺鳥がねしきりに気にしてたんで、ちょっと浅いんだよね。だからまあ魚が見えてたんじゃないかな、小魚みたいなのが。イトウもいたらいいけど、なんか頭では大体理解できたけど、いまいちここからイトウが出てくるイメージが全く想像できないな。なんかやっぱり沼のね枯れた朽木の朽ち果てた木の下にいるイメージがあるんだよな、イトウって。で警戒心強くて、釣り三平だとネズミとか食ってんだけど、イワシ見っけてヒャッハーみたいな糸はちょっとね自分の中にはないから、体にイメージが分かんない。だからどっちかといえばシーバス釣るイメージで、サーフの鈴木やってるイメージでやってたらいいのかな。水深が分かんないんで一回ジグにして、メタルジグですね、ホルテンの 40g こいつ飛ばして大体の水深を、あ結構ある、4m ぐらいあると思う。90m 先で 4m ね。食った？おお、なんすかなんすか。すげえ。なんかブレードっぽいの投げてますよね。スプーン。スプーン小さ。いやでも雨だ。伊藤、え雨ますすごい取ってる。おお雨ます。まあこういうサイズも中には雨ますか。雨でしたね。なんか投げて餌釣りしてるみたいにやってますよね。一旦ボトムを取って、シェイクやっぱストーンってスプーンいかないから、はいはい、一回取って、でずーっとボトムのラインを肌巻きと、あとはこれも一回切ってからちょん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 って上に上げていって、真ん中ぐらいをなんか引きながら、時々アクション、基本なんか肌巻きの時々アクションみたいなイメージでね。僕ほらビッグベイトとスプーン1個しか持ってないんで今日もうこれしかないんです。こういう釣りする予定なかったから。そうだけど釣るのすごいるんだね。いるんですね。雨はあんましここで釣ったことないんだけど。本当に。うん。いや、さあ勇気が出た。勇気がいますね。います。ブロイン 140J でもっと繊細にやる。水深 4m って分かってれば、だいたいブロインだったら10カウントしたらもうそこついてるんで、一回ウェイト戻してジャーキングの間をしっかり作れば浮き上がっては来ないんで、これでねそこから 50cm 1m ぐらいを開くて平打ちしながら泳いでるはずの、どんな当たりが来るんだろう、ちょっと想像もできないな。10キロだからね、めちゃくちゃ丸太みたいに太いと思うんだよな。向かい風 5m ってとこかな。お、なんか食ったよケンさん食った。でかいかも。うお、何、うお、ちょっと待ってこれはちょっと想像できない大きさなんだけど、魚の重さがこれが伊藤、もしかして。何この首振ってる幅が 1m ぐらいある。レッドが取れない。どういうこと？なんか来たよ、なんか寄ってきたよ。サメ？伊藤だ。でかい。伊藤。波に寄ってて、まだでかい波来い。でかいぞ。よし、上だ。いったでけえ。ちょっと待って。でけえ。ネタいったよ。いった。でけえ。でかい。よっしゃー。やったー。よっしゃー。来たー。やったらでけえ。
いったぞこれ。すげえ。いったいった。やったな。よっしゃ。やったでかい。竿投げちった。竿投げちゃったよ。でこんな感じだった。はい、うわーやった。さすが。これはいいぞ。マジか。来た来た。釣った。いきなりあっさり。手前だった？いや、だいぶ先でした。ボトム取ってちょんぐらいで。はいはいはい。どんで。これは何よ？ブロインでしたね。あ、ブロインでホールさせて。はい。ああ。やっぱそこだ。行くんじゃない？さあ行くんじゃねえか。でもケンさんの予告通り、はい、ここ。うん。90。ああ、5、3、4。4。まあまあ90とメーターだから。90ならね。うん。いただきます。だいぶ元気だ。はい。バイバイ。バイバイ。あ、上だ。ああ、よかった。あ、もう。やった。いきなり。あっさり。よし。1時間もやってない。これですよ。これでしょ。これなんですよ。出た。鼻水出た。鼻水。じゃあ海水かぶったのこれ。まだこんなあんな日高いからあと2分ぐらい出るんじゃない？あと2分ぐらい。いやいや。素晴らしい。さすが。ありがとうございました。ありがとうございました。やった。すげえ。ちょっとあまりの嬉しさにこれ巻いたらやばいから一回洗うべきかな。とっさに波打ち際でケンさん一人じゃやっぱこの波じゃねまずいと思ってサウナで自分で取る。なんか水とかないの？いや、マグシールドだから竿とメジャー洗ってくる。もう最高でしょ。もう酒がうまいわな。もうもうねちょっとビール飲み行きますかね。いや、もう必死だよ。よかった。さすが台は全くノーダメージだ。波打ち際でもみくちゃなってたけど洗ったらなんとか釣りできそう。あれね、もうちょいね太いのが今。もっと太いの？まだまだ太い。だってもう最初沖でドンって食って、もう竿先1メートルぐらいこんななってるからちょっと俺の知らない何かがかかったぞと思って人生経験でないぞこれはと思ったら、もう一回り半ぐらい胴が太いやつがいて、それがガンっていった瞬間に動かないから、あれ寄らない丸太みたいな。でもね、弾丸で来てね、ついて1時間で洗わないわ。いやあれすごい。女満別行きの飛行機のキャンセル代元取りましたね。取ったね。十分だね。元取った。でもさっきのケンさんがかけたので完全にイメージができて、それでやってたんで。なるほど。最初やっぱなんか全然多分上っ面引いてただけで、しっかりボトム取って。結構そうでスイッチが入ってるやつは上まで来るんだけど、だから目の前ブレークにへばりついてるようなやつの前を通っちゃう。いやー、オホーツク海ってしょっぱいっすね。そうだね、俺も食らいましたね。ありがとうございます。いやー、感無量。まだ興奮してる。余韻が。明日チャーハン担当でもいいよみたいな感じです。あれ変わった昔と。これ J っつってより飛んで、でもう多分5、6秒でそこに落ちてるんですよ。そうなの？でそこからジャーキングできるってやつで。何グラム？28グラムだと思う。いいね。この飛距離がすごい。飛ぶなー。もうボトム？はい、もうボトムです。早えな、フォール。さっきもそんな感じ？はい、そうですね。その最中？はい。どのフォールの時？いや、最初の3回、しゃくって3回目ぐらいでしたね。結構なんかね、伊藤の勝手なイメージなんだけど、すごい悪時期で獰猛なんだけど、なんだろう、イメージだよ。勝手な。目つぶってアタックするような感じで、もしかしたら何回か今までバイトあったかもしれない。なるほど、なるほど。ずれちゃうの。例えばトップウォーターでポチャンって置くじゃない。見てればいいのに、この30センチ横でドーンとか出るの。そういう性質があるから、もしかしたらちょっと間というか、ちょっとただ巻きを入れてやるとか。なるほど。動かしすぎな方がいいかも。だからあの最中は絶対に見てるはずなんで。なるほどね。
すごいな。飛距離がいいんですよ。これは売れるよ。あ、そうですか。絶対に。やった、お墨付き。すごいな。いや、こんな飛ばないよ。いや、これ飛びます。本当に飛ぶ。すごいすごい。ライン何号1号です。1？はい。ごめんなさい、1.2。1.2。1.2。さ、こういう液体作ってんの？おお、そういえば。やってみて。ちょっと一頭、はい。フィッシュマンで B ラインのふにゃふにゃをパリッとさせるような、要するにあとコーティング、滑りを良くするんですよ。そう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 。だからジョギングとかにもいいんじゃないかなと。もう速攻でもいいし、数分置いてもいいんだけど、ある程度傷んだ方が有効ですよね。新品にもやって試したんだけど、例えば 3g のミノをキャストする時の伸びとか明らかに変わるんだよね。数メートル伸びて、でふにゃふにゃの毛羽立ってるようなやつで吹くと張りが出る。へえ、コーティングすんだ。確かにいいね。伸びたんじゃない？だいぶ伸びましたね。伸びたね。5メーターぐらい飛んだ。見てこっちの景色の綺麗さ。素晴らしいね。ビール。ビール。ビール？ビール飲みましょう。はい。上がろうか。はい。6時半。はい。じゃああとは明日で。明日。はい。はい。お疲れ様です。お疲れ。3時間。そうだね。3時間走って着きました。山の中。真っ昼間。うん。小渓流で思った通りのこの気温ね、26度。暑いぐらい。暑いね。今日相当暑くなります。暑いけど虫すげえから着込めって言われた。そうだね。ただセミが鳴いてない。セミパターンつってたもんね。そうそうそう。ただ虫はまあ結構これからも出るので、ちょっとこういうね、今僕のタックルについてるこういうセミですね。見てポチャって、これは虫を食ってる魚に流れ乗っけてこう流すんですよね。そう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 。別に泳がなくてもいいぐらい。泳がなくていい。ナチュラルドリフト。ナチュラルにこう、ピヨー。そうそうそう。でうまいとこ決まれば1秒以内にドンです。そんな感じの釣りで、フォローでトップ出なかったなっていう時にミノをフォローで入れるっていう感じで進んでいきましょう。わかりました。今日はショートコース。なんとかね、今日の3時間と明日フルベイ楽しみましょう。じゃあ行きましょう。はい。さあここですか。プールですね。ちょっと橋のすぐ下なんで、打たれてるかもしれないけど、まあ実際泡が流れてますね、大きく。それのど真ん中ぐらいを木の影の境目ぐらいで多分飛距離的にそこだと思うんだけど、そこに入れてみてください。入れてみてください。これがセーフ。そうそうそう。で動かさない。動かさない。動かさない。でたるんだ人を巻くだけ。そうだね。で出ない。で詰めていきます。なるほど。もう一撃で出るんで。へえ。よし、じゃあ前出ましょう。出ましょう。うまいね、キャスト。うまいですよ。ベイトだよ。ベイトもはい。うまいうまい。うまいっすよっていう問題はうまくはないですけど、人並みですが。うまいわ。いきなり3グラムのセミをそんな飛距離飛ばせると。これは竿の良さですよ。なるほど。言わせましたね。確かに。こういうとこのでかいニジマスとかは魚も食うけど、それ以上に木の上から落ちてきたトンボとかセミとかカブトムシとかクワガタとか何でも食ってんだよね。これ売ってる日本のメーカーは、ティムコさん。ティムコさんの、渓流用のルアー。そうそう。身をかがめた方がいいとかあるんですか？あるね。そういうとこもある。透明なところは。ここめちゃくちゃいそうじゃないですか。めちゃくちゃいそうだね。もう2歩前ぐらいからやばいんじゃないかな。そうだね。メインチャンネルの右側ね。ですね。もう合わせは向こう合わせ。いや出ないねこれ。ちょっとミノ。取ってる？おおでっかいの、でっかいのがこんなん来ましたよ。マジで。30ぐらいのイワナを想像してたらいるんだよ。2時でしたね今。食う寸前だった。本当。ラストチャンス。3頭は追わない。もう追ってこない。なんでこんなでかいのがいるの？
不思議でしょこの川。あ、食った食った来た。ニジマスかな。2時だ。トラウトは手を冷やして触らないとすぐ傷んじゃうんで、できればグローブした手を冷やして触れば。綺麗だね。やばい。これが3キロ4キロ、美しい。久々の渓流釣り。いや本当にね、ミノはね選べないからな。あ、トップだとでかいのが出るんですか。出る。じゃあ新しい縁行ったら面倒でも最初トップ入れた方がそういいですね。ベイトいいでしょ。ちょっと木の下に打ち込むようなね、ピン打ちやりたいな。ピン打ち。いやここまでやれると思わなかったね。すごい。ケイさん、このトンボって効くと思いますか。全く聞かないと思う。効かない。いやわかんない。1000もしたんですよこれ。いくら1000。1000もすんの。なんで聞くのこれ。オニヤンマだから蚊とかやっぱりオニヤンマ食べら嫌いれちゃうで。。なんかこう嫌な成分が出てるわけではなくて、何も。はいただのプラスチック。はい。効かない。いや知らない。無駄がね。無駄がね。いやどうかな。でもやられてないでしょ今のとこは。聞いてる。じゃあ刺されなかったら効いたってことですかね。そうだね。とりあえずまだ数十分。はい。楽しみだな終わるの。いやなんとかトップの感動を味わってもらいたいな。ね、味わいたいですよで。その後50アップの大ジャンプ、そしてバラシみたいな。悔しいけどね、キャッチ率が下がっちゃうんだよね。セミいきます。どう出るんですか。バコってなんかカプって出るんですか。すごい優しく背中出して丸飲みする場合もあるし、でかいやつはね。でちっちゃいやつは割とパシャンっていう。なるほど。水面が割れる。出たらグンって乗るまで待ってでティップ入っていったら優しく合わせる。虫が、風が止まったから虫が出てきた。やめて、虫やめて。オニヤンマ効いてねえじゃんこれ全然。あ、でかいのいる。でかいのいた。でかいのいたよ。目合っちゃったわけですよ。大丈夫。いや大丈夫。気づいてない。うん今のこれルアーに反応して反応してない。ちょっとでかすぎる。そんなに？マジでそんなバケモンみたいなのがいんの。俺ここで65取ってるからね。マジ65。いや魚は見えなくなった。あらダメか。ダメか。いや出ねえな。おかしいな。昨日まで寒かったんですよね。だからまだ水が冷たい。あ、水冷たくても虫がいれば出るわけですね。そう虫が出てればいいんだけど、まず鳴いてないっていうのが一つ問題で。それは先に気づくことじゃない。26段の。いやでもね、鳴いてない時も俺ずっとセミで通してやってるから、出る時もある。まあ出る時はね。もしかしたら出ない日。ケンさんトゥイッチする時って、こうパーミングこうしてます。こう投げた。3。これで投げる時はこう。投げる時も3。あ、これのまま投げちゃうんですか。そうそう。なるほどね。なんかさ、投げづらい。なんか着水ドンだから持ち替えてる時間がもったいない。なるほど。これで投げるの竿飛んでっちゃいそう。大丈夫？あ、ずっと今日ワンで。普通はこう投げてこう巻くんですよ。そうでも持ち替えてる時間とかないからもう最初からこっちで投げる。そう飛んできそうでしょ。竿がシュポン。あ、でもまあここは絶対回収できるからいいよね。海と違って。うわー慣れない。あ、なるほどね。うわー慣れない。でもね、スリーフィンガーでやると自重の視点をすっぽり手のひらで覆えるのね。確かに。なんかすごい楽で。心もとの。あ、まあでもやっていけば慣れそう。確かに持ち替えないでいいのは楽。そう。やばい、ピン打ち決まる。3本いいですね。そうでしょ。こっちよりこっちの方がしっかり方向性。なんでだ。重心が先じゃなくって手の下に来るから。竿のしなりも上手に使えるようになった。最初から言って。ああ、そうなんだ。わ、すごい。わ、すごいボンボイ。これはちょっと自分のスピニング超えたな。自分もスピニング得意だけどスピニングでこの精度出ないと思うな。うわ、気持ちいいでしょ。気持ちいい。
いくらで売ってるんですかこの竿は。3キッパー。じゃあ誕生日プレゼントでください。いいよ。リールはリールはダイワのアルファスエアっていう。はいはい、これがベスト。ベスト。今のところ。ケンさんはリールはこだわりないですよね。シマのアルデバーナン使ったり、ずっとレボも使ってたし、アルカッタ使ったりレボも使ったり。お客さんにこれどうですかって聞かれるから、あ、持ってみようかなっていうぐらいで。もうなるほど。今は何でもいいですよ。何でもいい。結局だから本当質問されるんで答えられるようになっておかないとなーぐらいの。竿が大事。竿が大事。竿やみんな言うんで気をつけて。何でもいいわけじゃないけど、ただ一番やっぱアルファスエアって後発じゃない。まあよく回るのよ。これはすごい、すごい。ちょっと例えばさ、ソルトの人でウェイトフィネスの人で 1g 投げるとするじゃん。1g でフォールしていくでしょ。スプール出るんだよ。スローフォールで、この滑らかさはなんだっていう感じ。すごいリール。そんな最上位モデルとかじゃないですよね。3万円弱ですよね。だから初めて挑戦する人はもうそこはもう絶対ケチらないで3万円弱を払って。でも5、6万するやつじゃなくてもいいってことですよね。まず失敗しない。すごい失敗しない。っていうかすごいことを作りましたね。それがものづくりだな。何このもう完全に竿をものにできました今自分。しかもパーミングで一気に良くなった。なんかもう今もう自在にあそこって入れられるぐらいになりましたね。いやすげえ。さあじゃあどんどん上行きますか。本当にピンに狙いたい時はたらしを0センチね。たらしゼロ。もう当てちゃうってことですか。そうするとエネルギーのロスがない。そうそれすげえ。早く言ってよ。1時間半もやったじゃないですか。全然今までと弾道が違う。そうなの。あ、そういうことなんだ。そういうことよ。言ってよ。1時間半はやってたじゃん。それでああなるほどってなるじゃん。そういうことね。すげえ。すごいでしょ。この弾丸。何このド S。散々3分の1は打ってきて、ほんでありがたみがああなるほどと響き方が違うよね。山崎最初から知るようにね。でさらにまだびっくりプレゼントがあるんだけど、知りたい。ルアーの交換なんだけど、60ミリなんだけど、枝の中にバンバン突っ込むようにこうしてるわけ。ガードつけてんだ。そうすると全然絡まないでスルスルっと出てきちゃうんだ。これ来年発売するフルラインナップシングル。針を発売するんですね。針をこれですり抜けてくると、そう魚かかるんですか。かかります。たらしゼロにして火の中通っちゃったとしてもスルスル。それはちょっと違うけどね。あ、でも出てきた。すごい。だから右側のごちゃついてるところの際とかを狙うわけ。へえ。あ、確かにネガカンこれなんで誰も今までやんなかったの。わかんない。確かにブラックバスだよね。当たり前の。すぐにパクられそうだから今公表はしてなかったのね、実は。ぼかしてて。じゃあマサチャンネル初登場。だから1万円のビッグベイトを枝に突っ込めるわけよ。怖くないと。私スキッピングもいけちゃうんじゃねってぐらいですね。もうこの低段が出せればスキップさせるとバックラッシュしちゃうからね。そうですね。しちゃった。もうちょっと振りをコンパクトに力を半分ぐらい抜いて、その代わりテイクバックにものすごいエネルギーをたっぷり注ぐ感じ。宙に。そう。何この竿。すごいでしょ。すげえ。何この竿っていうか、この木をものともしないこの針もすごいけど、このキャストができちゃうんだな。でじゃあもう一個言おうか。ピン打ちはバックハンドの方がやりやすい。なるほど。うわ、俺それおお、それおお。だから早く言えよ。いろいろあるんだよメソッドは。なんだよ。あ、しかもフックすげえ絡まない。これは完成しましたね、ケンさんの釣り。とうとうこれ全部竿、リール、ルアー、針で。ちなみにその糸の放出がスムーズなのは渡す前に俺液体を打ってるんですよ。
最後まで商売は忘れないですね。いや商売じゃない、もう自分が全然違うんですねどれだけ快適に釣りができるかっていう。最高。すげえ。あれ出ないよそんで。出ない出ないです。まあパンパン行こうか。おお食った。ああ乗らない。おおかかった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 。はい、おはようございます。はい、おはようございます。晴れ渡りましたね。晴れたよりね。雲一つもない。でまあ9時半ぐらい、はい、で23、4度ぐらい。はい、今日は27まで上がるんで、はい、今んとこセミ鳴いてないんだけど、さっき一匹鳴いてたの。一匹。シャラ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 。やったと思ってこれは続くかなと思ったんだけど、今んとこ無ですね。まあ11時ぐらいから出るんじゃないかなと。なるほど。ちっちゃい虫はいっぱい昨日みたいに飛んでるんでね。このセミパターンで。さあやってみましょうかね。うまい。うまいな。うまいな。この人本気で投げたの昨日でしょ。渓流で。沢がいいんですよ、ヤブ。いやいやいや、だとしてもうめえな。親分のおかげですよ。だって釣り番組ロケレベルのテクニックでしょ。全然下手でしょ。渓流の人見たらぎこちないなと思ってると思いますよ。ケンさんだとどの辺まで行くんですか。いや、ここからだと木は行かないかな。木まで行かないから、もうじゃあミノで釣るの飽きちゃったんですね、ケンさん。そうミノはさ、もうサイズ選べないのとバーがさもう擦れまくっちゃって、でね、あとね見たいんだよね、目でバイトを。でできるだけこういう風な感じで木化けしながら特殊部隊っぽくその木の後ろにわざわざ隠れるわけですね。おお、なるほど。木の裏っていうのがポイントだ。丸見えだけど。丸見えだけどね。イメージですよね。そうイメージ。できるだけ日陰、日向より日陰の方が向こうに見つかんないかなと。で目立たないからレギなんでそれ。ありがセミの死骸。いや、このサイズ感。これは大好物ですよね。大好物。見てますか、ルアー。サイズ感はね。サイズ感はね。同じ感じだ。面白い。俺の卵パンこんなになっちゃった。この焼きそば感の具の多さ半端じゃなくない？そうですね。うん。焼きそばパン最強ですね。冷えても美味しいし、潰れても美味しいし、卵パンは具がどこ行ったんだってぐらい薄っぺらくなっちゃった。この時間から出るよ。あとはとにかく遠くから際に。難しい。うん。そこがまあ一番難しいよね。だから太い木とかの陰でシュッみたいな。それをできるだけできるだけね。できるだけね。頑張ろう。出た。よし。出た。こんぐらいありますよ。うおな。乗らないんすね。乗らねえんだ。やっぱりトップ。で、さ今のはちょっとゴンってきたら難しいかもしれないけど、ちょっと竿先送るの。で完全に胴に乗っかってからスイープ。いやもう結構すぐ離されちゃって。まあ理想はね。要は乗ってからってことですね。そうそう。でもね0.1秒にそれができないんだ。できないんだ。出たな。もう出る時間だ。こっから全プールで1バイト取れるかもしれない。じゃあなんで朝早く入ったんですか。場所取られるかもしれない。そういうことか。で先行者に入られたらおしまいなのさ。この4時間。いやでもね出る時もあるの、午前中に。出る時もあるんですね。出たな、ビビった。真横から来ましたね。そうそう。ここからいたらだって体見えたでしょ。見えました見えました。もう魚体がはっきり見えた。どうやったってでかいってやつ。こういうところでちっちゃいのかかっちゃうと終わっちゃうわけですよね。終わっちゃうんだわ。あいつが出ないのよ。でかいの取るためにトップなんだ。そう。納得。やっぱこのど真ん中の本流筋で。でも何度もは出ないですかね。出ない。一度出たやつは出ない。出ない。出た。あ、ちっちゃいかったけど出た。すげえ。ポチャドン。そう、ポチャガブいいとこ入れば。ポチャドンでしたね。いやー、活性上がってきたんじゃないですか。とりあえず2発良くなってきたね。
なんかでかいのいますよやっぱり。やっぱいる。ウグイかもしれないけど。うん、ああニジマスだ。ニジマス40オーバー2本。あ50オーバーもいる。やっぱり。もう動けない俺ここからでも出なかったですね、流したけど出なかったな。もうミノでもダメですかね。うん、ダメだね。近づいちゃうと出ないね。いやー2本いた。50センチ近いのいましたよ。だから例えば考え方としてね、はい。立ち位置を完全上流部のあっち側にまで回り込んで、うんうんで一発であそこに落として、うん。そこトレースしたら出るかもしれない。かもですよね。毎回こうパズルなんですよ、考え方が。毎年流れが変わるんで、地形も同じ川なのにすごい、だから面白い、飽きないんだわ。二度と同じチャンスないしね。うん、ただねこのあの枝が邪魔全部を通しきれないもんね。すごい難しい。そうですよね。あの枝に当たりそうでピッてやった時真下にいましたもんね。ん、そういうことだよな。であれでピッて不自然な動きするとあれと思って食べないんだよね。お、ナイス。うまいな。皮がいいんですよ。なんかやってんのこれ。いやーさっきの一瞬乗った重みが忘れられないですね。渓流ではない重みでしたね。キロ単位ですから。こんなんで出たらめっちゃ楽しいですね。ニヤニヤしちゃうな。なんかね、中毒性が高すぎてこの釣りイエスとか言っちゃうんですよ。言っちゃう。はい、お疲れ様でしお疲れ様でした。た。残念ながら取り切れず。そうだね。まあでかいの1回、あとちっちゃいのが2回出たんで、もうちょっと気温が上がってうるさいぐらいセミが鳴く時があってね、まあ本来だったら例年これぐらいで鳴いてんだけど、そうするとあっちこっちでやっぱり落ちてるからものすごい活性が高いっていう状況ではなかったみたいですね。さあで釣りはねもうこれで終わりで、でも今回ね伊藤釣ったからまあね、もう満足度100超えてるんだよ。あんなん釣っちゃったからね。でこの景色も堪能したし、夜はジンギスカンそうですね、楽しみ。キャンプ場で。キャンプ場でということで、はい、後半はキャンプ場で赤塚健一の盗難した話でも聞きますか。長いよ。ということで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。